自転車を買うときに使った言い訳。イエーイ。さあやってまいりました。まあまあ好評だった健太嫁企画第2弾でございます。よろしくお願いします。今回は自転車用品を買うときに使った言い訳ということで、またインスタのストーリーでね、いろいろ質問させていただきました。たくさんいただきありがとうございます。どんな回答が来るのか僕はまだ見てません。じゃあ早速やっていきましょう。いきます。どうせ買うんだから早ければ早い方が長く使えてお得とかでしょうか。なるほどね。はいはいはい。早く買っとけばその分お得ですよと。もう意味がわからないですね。はい。通勤に使うし、交通費と比べたら安いもんよ。あー。通勤に3万円のシューズいらないって妻の消耗品交換と同じタイミングにそろそろ自分も交換しなきゃと言ってグレードいいものを購入するサイクリングマン。サイクリングマンね。確信犯ですね。カーボンゴムと素材の耐久期限が切れたからこのまま乗り続けると危ないってことにしてます淳さんね、カーボンの耐久期限ものによるけど10年ぐらいは全然持つのでいいよ、ちゃんとしたやつは早々に耐久期限は来ませんので大丈夫ですよ。淳さん、あなた乗ってるやつはなかなか長持ちするので、はい、奥さんに見られないようにね、これね、はい、一緒に見てたらごめんなさいですけども。仕事だから機材全般、子供を撮るのに使うからカメラ全般。これ誰？はいはい、タツさんね。俺やんこれ俺と同じじゃん俺も運動会前にちょっとやっぱ望遠レンズ必要だわって言ってソニーの7200の GM の新しいやつ買いましたちょっと自転車の調子悪くて安全に走るために買いたいんだけどいい先々考えたらこの値段は安いどれぐらいの先々なのこれ友達から借りてる。うわー出た、借りてる作戦ね。買ってないやつね。悪質なパターンやね。前のやつが壊れちゃったから大体壊れてないから円安で物が高くなるから早めに買っといた方が得とニュースを見ながら頻繁につぶやく確かにね、もう何千品のその商品高くなっていく。自転車用品も例外じゃないけど、このパーツあった方が幸せになれるんだよね。しかもコロコロ買えるようなものでもないしさ家族は幸せにならない。そしてコロコロ買える、そういう人に限ってね壊れそうで壊れたら落車で安全が保てない。安全のために必要なんですっていうまあ確かにね、その心配じゃあ高いけどね、安全のためならってね修理代の方が高い。ちょっとこれ納得しちゃうかも。高いよね、工賃ってね。高いっていうか、まあそれそうプロだからさ、相応の値段なんだけどさ。だったら安いの買っちゃった方がいいんだよって言われるとあーってなっちゃうかも。確かにね。通学で往復10キロきつすぎるから買ってって言うんだって何を買うんだろう。往復10キロでタイヤパーツでも、その分交通費浮かせてるからね。まあね、交通費が浮いてる分じゃあ出してやるかっていうパターンかもね。俺もね大学やってたから正統派です。数年経って交換時期だからこれ買えないと危ないし、だからみんな危ない系が多いね。これ買えなきゃ危ないんですって、もう怪我しちゃうんです、怪我したくないでしょっていう不安を煽る保険作戦だね、皆さんね。それで怪我しちゃったら自分のせいだしね。もらったー。もうもらったー、めちゃめちゃもらうやんこの人みたいな。なんかまた新しいの増えてる、何これもらったーって高校の入学祝いでお願いします。入学祝いならまあ入学祝いならね、ものによるけどね、3年に1回しか使えない必殺技だね、それね。こいつに運命を感じたから私は感じてない私は感じてない。そうやね。欲しい部品が壊れた体にして買う、バレる、しばかれる、完璧なオチ振りからオチまで全部この短い行で済ましてくれる。まあそうやね。はい、嘘はバレます。はい、皆さん気をつけましょうね。はい、自転車通勤で運動不足解消するからさ、健康体になるからさ健康になるならいいよって
なるもんなの？駅まで歩ける怖いわ。もうなんかシュンってなるやつやね。ブレーキ壊れたんで変えました。本当は壊れてない本当に前回もそうだけど、自転車に詳しくないパートナーがいる人限定の言葉ですね。はい。そろそろ買い替え。買い替えいいの早くないみたいな。また買い替えって言われるやつやなので。結構自転車って大変なんだねみたいな。お金かかるんだねって。自転車仲間から安く譲ってもらった。まあこれはバレなきゃ大丈夫なやつだね。自転車友達から買いすぎじゃない？誰って写真ちょっと見せてっつって、やべ俺ぼっちライダーだったみたいな感じの時やばいね。そういう時は俺の写真使ってください。はい。もうキャリパーブレーキ自体がなくなるからディスクブレーキ車にしなきゃいけないんだよね。はいそうだね。キャリパーがもうないからディスクにしなきゃいけないんだよねってなるけど、本当の話？本当の話だけど、探せば意外に中古はあるっていうケチな言い方をするとね、もう今全サイクリスト敵に回したかもしれないけど、これで痩せられると思うと夫に言いました。痩せられると思う。ローディー女子パターンね。俺は旦那だったら全然買ってあげるわ。痩せられると思うからって言ってバーテープ買うみたいな。バーテープで痩せられるみたいな、モチベが上がるっていう意味ではね、いいかもしれんけど。嘘ついたら顔に出るので全部素直に言う。はい。自転車屋さんがミスオーダーして困ってたから格安で買ってあげた。やばいやんそれ。本当だったらいいけどさ、いやすいませんなんか安く譲っていただいて、いや普通に定価で売りましたけどって言われたらやばいやつよね。ジャージ1枚だけだからさ大丈夫。実際他のものも同時に購入。大体そうなんだよ。チャリ屋行くとさ、ジャージ1枚とかで絶対収まらんから。で大体そういう人に靴下も一緒に買うから。必ずこうおしゃれなオレンジだったらオレンジの靴下絶対置いてあるのよ。絶対買うからそういう人。あ、手が勝手にポチ購入完了だ。俺じゃん。ポイントがあるから実質ただみたいなもんやね。いるよねこれ。よくさ言ってるよね。また買うのみたいな。でもさポイントだからさ。言う。今だけ特別価格でお得やね。今だけね。今買わないともったいないってやつ、ね。毎回今だけっていうパターンです。50% オフのセールしてるから実質ただやね。全然ただじゃねえ。営業職で車用車はあるが自転車を使うときに仕事で必要になったという。車用車があって移動には困らないけど必要になったから買ったと。チャリを。どんなシーンそれ。安全のためデュラエースのブレーキ買うね。笑ってんの。空でも全然効きますし、テクトロでも全然ブレーキは一応効きます。タッチは気持ちいいけどね。通勤用にするとか言って2台目買った。うわー、1台目は普段用なんです。通勤用はね、万が一さ汚れたりとか傷ついたら嫌だから安いの買うんだよっつって、だいたい2、30万とかめっちゃいいやつ買ったり。このサドルじゃ俺の血丸子が痛くなるんだよ。マジで言いました。サドル問題大事だからね。変えたい時その作戦いいかもね。でもなんかこれ言われたらも何も言われない。そうだよね。奥さん的にはじゃあ変えればみたいな感じになるよね。そうなんだ。そっか、じゃあ変えればみたいな。結構痛くなるねみたいな。これ3回目じゃないみたいな。パンクして走れなくなったから買っとくねってことかな多分。もうパンクさせるしかないね。欲しいものあった時はね、プスッてやってタイヤ壊れちゃった。必要経費だから。必要経費で指さすな。必要経費だからと仕事だからっていうその2ワード超嫌いだね。メルカリで安かった。メルカリで便利な時代だね。便利な時代で言い訳言いたい放題だね。メルカリじゃあいいよって新品では買ってないですって言ってめちゃめちゃ箱がなんか新品だったら面白いけどね。ずっと使い続けるし長く使うなら初めにいいの買っといた方がいいと思うって親に言います。俺も使うね。でもね本当に長く使うパターンも多いですからねマジで。
前とは別のやつだよ。かっこ同じ。やばいねそれね。あ、そっかじゃあまあいいよみたいな。健太さんが使ってたし。俺を巻き込むな。あ、そっか健太さんが使ってたならいいんじゃないってならないでしょ。最近夫婦でクロスバイク始めたので言い訳も何も2人してノリノリです。あー最高ないいね、環文字が境踊っちゃかよ。ってるよ。この部品にしたらレースでいい結果が出せる。じゃあその賞金を私に。新しいブレーキ買わないと止まれなくなっちゃうよ。いいの？使用中だったものは制動力に問題なし。それ本当にね、前も動画も言ったけど、バイクに詳しくないパートナーがいるっていうのは正解です。お互いね知ってるのもいいパターンなんだけど、片方全く知らないパターンだとね、ああじゃあ危ないね、じゃあ買えないよってなることが多いのかな。自転車系 YouTuber のケイタさんがこれ買った方がいいよと言ってた。もう俺を巻き込むなって。健太さんが使ってたらって言ったら、あじゃあ健太さんが使ってるって言うならいいわよってなるんだったらもうガンガン使ってくださいそもそもパートナーなんぞいないから言い訳も何もないね。なんて言えばいいのこれだって。買ったことを内緒にし、これプレゼント企画当選した。誰の誰のプレゼント？そういう時は俺を使ってください。これ使ったらマジで勝てる。イコールブレーキ買った時には安全のためだよと言いました。俺と同じブレーキですね。はい。今の部品使ってて怪我する方が危ない。やっぱり怪我大作戦ね。効くみたいだね、多分ね。高額なものも安く買えたと毎回明確な価格を言わずにご利用しでどうにか乗り切る。学生は辛いよ。学生は辛いよね。確かに。だから少ないお小遣いで本当に安く買ってるかもしれないから、学生は辛いよね。チャリパーツどんどん高くなるし。ステムの長さが合わなかったと言って標準ステムからこれなんか3ステムに変更。トリプル X に変えた。いつも行く自転車屋さんの常連さんがいらないからってくれた。やばいね。これさ、うまくない？自転車屋さんだとバレるじゃん。だから常連さんがいらないからってくれた。常連さんには合わないじゃん。頭いいね。チャリ屋じゃなくて常連さんだからさ、そうそうそう、もう俺の言いようがないし。そう。やばいね。聞いた話ですが、ホイールのリムハイトは走るにつれて増えてくんだよ。ホイールのね、リムハイトという厚みだよね。この太さが走っていくうちに、やばいだんだんこれ伸びてくんだよって。ありえない話なんだけど、自転車がこう走り続けるとさ、ホイールで遠心力で多分こうどんどん分厚くなってくんだよって。本当は新しいホイール買ってんのに細いやつから走りすぎてどんどんリムハイトが高くなっちゃうんです。それじゃあやばすぎる。自転車詳しくない私でも嘘ってわかるよ。あ、そうなん、自転車ってそんなにスピード速いんだねってならねえだろ。そう。学生です。定期代がかからない分の浮いたお金で買ってって頼んでます。それをそれは俺も使ってた。それはね、親はいいよって言ってあげてほしいね、親としてはね。言ってほしい。俺も使ってたよ。それはガンガン言ってた。でも自分の子供がそうやって言ったら買ってあげたいね。でも俺の親なんかは自転車やっぱ詳しくなかったから、ママチャリしか知らない人ってさ、もう自転車って消耗しないと思い込んでる人が多いのよ。タイヤしかり、チューブしかり、チェーンのしかり、オイルしかりね。変えたことないかも、ママチャリで何か。そうでしょ。でも本当はそういうのもちゃんとやんなきゃいけないんだけど、ってやっぱ言われたことがあるよ。やっぱりだから本当に必要なのにって自転車知らない人はさ、自転車なんてそんな買えなくていいっしょって思ってる人もいるから、そこはね結構やっぱり理解が欲しいよね。かなり高額なホイール買うときに自分が経営してる会社の経費で落とせると言って買いました俺だってね、また俺みたいなやつが現れましたね。経費ね。いらなくなったのを代わりにメルカリで売るからって言って OK もらって結局何も売らないメルカリそういえばどうなった？いや今貯めてるところみたいな、あんまり食いつかないんだよね外見は似てるので樹脂のドリンクホルダーの値段見せてからしっかりカーボン買いました似てんの外見？めっちゃ似てる。値段は4倍近くは変わるんじゃないかな。カーボンのボトルケージって、8000円とか、1万円はしないけど、プラスチックのやつは1000円から2000円になる。
そんな変わる？重量は 10g 変わるかなとか、そんな感じ。 10g の値段がやロマンですよ、それもやっぱりね。耐久性を上げたいからちょっと高級なやつ買っていいってデュラにする。過去高校生。ですごいね高校生、おい。5年前にハイエンド完成車を購入する代わりにカード類と通帳関係をすべて生贄に捧げて。生贄に捧げますで納得させた。マジマジこれ鳥肌。すごいね。ハイエンド一番いいやつ買いますと。その代わりもう今後金輪際もうお金の管理は任せますと言った。もう全てを捧げて錬金させてハイエンドを手に入れたのね。すごいね。いや結構大きな決断だったろうな、本当に。もうなんか渡す時震えそうだね。もう私の手にあるわけですから、はい、これからの交渉はうまくいくとは思うなよということね。でそれで納得させたんでしょ。すげえ。いや俺もちょっと変な汗かいちゃったよ。そういう人はね、皆さん自転車講座を作りましょうね。前回の動画見てください、はい、これがないと危ないから絶対買わなきゃいけないと言っていろいろ試す。これないと危ないって言っていろんなものを試すパターンね。悪質ですね、はい。条例で買わないとダメなんだよ。過去そんなわけない部品。何の条例？多分このハンドルちょっとカーボンにしなきゃいけない条例があるらしいからちょっと変えなきゃいけないんだよねみたいな。特にこの市ではこの市ではこの市ではってやばすぎる条例だろそれ。次入荷未定らしくてこれないと乗れない状況と言ってる。この今のご時世にこう便乗して買うパターンね、素晴らしいですね。高くなるらしいと言ってみる。はいはいはい。どうそれ。パーツこれ買わないとさ、次プラス5000円になっちゃうんだよ、このセラミックのビキビキがあってセラミックじゃないと勝てないんだって。ちょっと自転車屋さんに聞いてみる。やめてくれ。一生ものだからってことは一生買えないんだな。やばいよ、その一生ものだからって本当に切り札で用意しないと。一生ものってね、一生ものって言ったよねみたいな。言い訳せず素直に欲しかったからと言った。値段を30万円を10万円にごまかした上で読んでてさ、めっちゃいい人って思ったのに全然ダメだった。これがあったらいつもより早く帰ってこれる。これちょっとまあいいかも。いいんだ。ちょっと早く帰ってきてほしいもんね、旦那にはね。大学生です。自転車屋さんでバイトしてます。接客をより良くするためのお勉強。自分自身が使ってそれをお客さんにね、僕も実はこれ使ったことあるんですけどっていうためのお勉強代。賢いと思います。いいと思います、はい、中古だから安かったん、ね、中古でもそれリアルに中古だったらどう？中古だから安かったんだよねこれ。でもそれでホイホイ買うんだったら嫌だけど限度はあるわけね。これがないと走れなくなる。泣き泣きお願いお願いって書いてあるね。自転車のお化粧って言って買いました。どう？女子には伝わりやすいかもね。お化粧ってお金かかるもんね。そうヒールはリムが削れるから消耗品なんだよねと言いました。なんかディスクブレーキの自転車買ったからこのホイールリムいらなくなったんやって。誰かがディスクブレーキの自転車買って、このホイールもういらなくなったんだって、だからあげるよっつってもらったっていうことにしてるんだったら悪質ですね。ポイントがあったから。みんな考えること同じやな本当に。次これがないと自転車が動かない。どこが動かないのって詰められたらやばいね。でもねちょっと走ってみて。これないと自転車乗れないの。あえてさちょっとさ緩めてさ六角でさなんかハンドルが変になっちゃったっつって。これがないと走れない。3連発これがないと走れない。トライアスロンの選抜メンバーに入っちゃってさ。TT とか TT バーとか多分バイクしかりホイールしかり選抜メンバーね。そっかじゃあ必要だね勝つためにってね。やばいね。通勤用だからガソリン代かからないから。そうやね、ガソリン代作戦俺もよく使ってたな。なんか欲しいので高いのある？それ買っていいよ。俺もロードバイク欲しいし。巻き込むパターンね、なんか欲しいもの私これ欲しいかも買っていいよ。本当に？っつって俺もロードバイク欲しいしっつって。でも多分
差がすごいだろうね、その金額のさ。どれになるかね。しかもでもなんか欲しいので高いのあるってちゃんと聞くようになって。そういうことね。高いの買わせといて、もうその自分も高いの買うで大体差をなくしてこう罪を軽くする作戦ね。シルバーのフレームから白のフレームに変わっても気づかないお嫁さんに感謝。高くなったってことだね。まあ要はバイクが変わっても奥さんは気づかない、それぐらい無関心っていうのはですね、はい、いいことなんですよ。ありがたい。ありがたいよね。周りの友達めっちゃいいの持ってるからね。ね、お母さんお願い。高校生か大学生なんだろうね。みんないいのって言って俺だけなんかちょっと安いのだと恥ずかしいとね。だから仲間外れに仲間外れにされちゃうよって。仲間外れされないから、そんなことで。健太さんもその代わり教えてくださいよ。だって俺も健太さんもじゃあ何か言わなきゃいけないってことね。俺は10万円のものを買ったとして、そう年間であると月1万もかからない。それで私はじゃあ安いかもって思って、さらに日割りでやると、それでちょっと納得してた。でそれをお兄ちゃんのお嫁さんに相談したら、でもさ、それ安ければさ1日の単価もっと安くなるじゃんってなって確かにってなって、そう1000ってされた。ローラーはどんなに追い込んでも落車しないから安心。普段はねたくさん乗りたいけど危ないからと、タイヤの消耗とかもするしね。でもローラーはタダだから。しない？ローラーだとほぼしない。スマートローラー、例えば和風15万だけど、これがじゃあジムに毎月1万とか払ったら年間12万でしょ。でもローラーだったらさ1年でペイできちゃう。1.5年でペイできて、しかも消耗品がかからないで家にいるし、ね、家にずっといるし、で好きなだけ走れて、子供が泣いたらすぐにこうフォローできてって考えると納得。妻に聞こえる声で今日セールだめっちゃ安いというでも結構言うよね。楽天セールでやっちゃう。アマゾンセール始まった。これめっちゃ安い。運転私がしてる時にさ、携帯見ながらめっちゃ安いじゃんとか言ってさ、それ言われてどういう気持ちなの？出たこれ私に聞こえるようにはい聞こえないふりいやさジュース買っただけだよ。どういうこと？自分の楽しみだから。これ言われたら何も言えないかも。なるほどね。それはあくまでも自分のお小遣いで買ってたとか、家族のお金に貸して買ったらちょっと問題かもしれんけど、自分のお小遣いの中で買ってたらまあいいよね。ちょっと乗り心地悪いからと言いつつ薄くて軽いサドルを買う。もっと乗り心地悪くなるからね。サイコンとスマホがつくようにしたくて親にこれ2個の方が見た目いいじゃん。バイクにねこういう風につけられるようにこうなのかもわからんけど、よくやってるよね。俺がよくやってる。この方がかっこいいじゃんっていうパターンね。そう言われるとどうなのかな。まあ確かに前はこんなごちゃごちゃしてたんだよ。これがスマートでかっこいいじゃん。まあねっていう感じなんだ。次、最初に高いの見せて自分が欲しいものを買う方法です。結局拒否されます。拒否されるんかい。なんか成功パターンかと思っちゃった。高いの見せておいてちょっと安いの見せて、じゃあ買っていいよってなると思ったらゼロを2つぐらい取った値段で伝えます。相当取ってるねそれね。だって10万が1000円になるわけだよ。それ取りすぎでしょ。フリマでいらないもので買ったよ高1男子。やっぱりさ学生さんはさやっぱりお金がやっぱ限られてる中でさどうにかして作らなきゃいけないっていう中で、俺でもこういうのいいと思うんだよね。やっぱさこういうフリマとかでさ限られたお金でとか限られたもので作ってこう何かを買うっていうサイクルはさ将来絶対ためになると思うので。ちなみにこれが本当なの？そっか。買ったよっつって実は買ってません。フリマで売ってませんだったらもうぶっころだよぶっころ。安全のためって言って新品高いタイヤわざわざ買う。多いそう。
そうね、タイヤだったらね、安いのだったらね、3000円、5000円、いいやつだと1万円だからね。お店の10周年記念で20万円の部品が10万円で買えたんだ。奇跡だったよ、マジで。でちゃんと20万円でちゃんと買ってんでしょ、それ。健康のためにってグラベルロード買いました。いいじゃないですか。健康は大事です。150万を10万キロ走れば1キロ150円だから毎月3万円のガソリンなので50円得。新車買うべき。これさっき言った俺と同じパターン。キロ計算やね。本当にガソリン代に換算してるパターンで。面白いね。いつかレースに出るのが夢なんだよねと毎日つぶやいてるから効果絶大。やっぱこの日々の積み重ねとかこう吸い込ませ作戦は大事だよね、やっぱね。予備チューブ買うって言ってホイール買いました。値段のさ、どんな予備チューブみたいな、もうなんかすごい金箔がいっぱいついた予備チューブみたいな。これで1年学校通ったら定期代9年、実際に通ったんだって。素晴らしい。こういう正統派がいいよね。これで買うの本当に最後だからって何回も言ってます。これさ、一生のお願いと同じやつだよ。店員さんが交換した方がいいって言われた。もう自分じゃないのに、そのプロの人に交換した方がいいって言われたから、じゃあプロの人が言うなら危ないなら交換すればみたいな。試作品だった。どういうこと？めちゃめちゃ試作品綺麗な箱に入ってんじゃん。命への投資だからという重いな、なんか。これがないと山で遭難するからって言ってガーミン10万、もちろん値段は言ってない。1040か1030クラスですけど、確かに遭難はしないよ、ガーミンのやつだと。GPS すげえいっぱいついてるから。でも遭難するとこ行かなくていいじゃん。行く場所確保してるから買ったやつっていう。それって納得されちゃうの？それで。私には通用しない。通用しないね。本当に安いものを探して買っています。僕は大学生でかなりの遠距離恋愛しているので。そうなんか涙出てないでしょ。遠距離恋愛ってさ、会うだけでもさめっちゃ金かかるからさ、月に1回とか2回とかでもさ、2万がさ4万5万ね、10万とかになると大変だからね。お涙ちょうだいですね、ほんとね。次、経費税金対策になるからさ。俺使う、本当に俺が使うやつだね。税金対策として買ってますと。この人の奥さんとかで喋りたい。いい女子会ができそうだね、なんかね。自転車は一生ものやから将来的に子供に乗り継いでもらうんよ。もうなんか浮いてるよ、多分自転車とふわーって。次、来月の自分が頑張ってくれるだろう。どういうこと来月の自分がその分頑張って働くだろうみたいな。健太さんが勧めてるんだよねって言ったら、ならしょうがないと納得してくれる。みんな使いな、どんどん使いな、それで買えるならガンガン使いな。今のパーツ、シューズはもう私のパワーについてこれないから。ハルクか何かですか？アベンジャーズの人？もしかして。円かと思ったらペソだったんだよ。おかしいな。これズッチじゃない？大丈夫？計算が違ったと。確かに今円安だからね、何買っても高くつくからね。後でお金返すから返ってこない。家庭が崩壊するんでちゃんと返してください。展示品を安く譲ってもらった。なるほどね。確かに展示品安く売ってるからね。展示品作戦いいかもね。禁煙3年分続けます。無理だったら手放します。もうね、契約を結ぶわけね。禁煙3年分。結構リアルだね。すごいね。頑張ってほしいね。てかいけたんだろうね、多分ね。それぐらいやっぱり条件出さないとね、奥さん納得しないよね。健太さんがめっちゃおすすめしてたんだよっておすすめしてない商品でも言う。健太さんの動画を嫁に見せて同じやつにしたいなっていう。なんかどうしよう、なんか今度さ、被害者の会でさ、あの人が勧めるからうちの家計がどんどんしんどくなるんです、私もなんですって言うんで、デモが起こったら怖いね。夏休み毎日みんなのお昼ご飯作るからちょっとだけお金出して。
もちろん却下です。却下なんか。次、調子悪くなってきたと前振りをし、その後セールになってると言い買う。2段階大作戦ね。長期的に。調子悪いんだよな最近な。もうずっとなんか調子悪いなってやって、最終的にセールでなんか安くなるっつって、じゃあなんか調子悪いって言ってたし買っちゃえばみたいな。スポンサーから紹介してくれともらったよと言いました。登録者16人の YouTuber。 いや笑っちゃいけんけどめっちゃおもろいね。すげえな。スポンサーどうなんですか。めっちゃツボに入ってるよ。なんか笑っちゃいけないんだけど面白い。笑ってあげましょう、そこはね。彼も笑ってほしくてきっとやったんでしょう。1、これ早い人みんな使ってるらしいわ。過去パワーメーターとか。2、他のメーカーに比べたら激安やし。多分 4Y のパワーメーターとかでしょうね。パワーメーターってもう全然よくわかんない、普通の人からすると。でも早い人は使ってるって聞かれて、でもいくらすんのつって、で最初に高いやつポンと出して、安いね、でも俺が欲しいのはこれなのよって言われたらちょっと、まあじゃあ買えばってなるかもね。次、俺といえば赤やん、自転車も赤いしと S ワークスの赤色のパワーサドルを買いました。だから赤い店長は違うか。それで通っちゃうのが面白いよね。ラギさんだ。ラギさん SDGs なんだよ。これもその環境とか世の中を良くするための活動の一つなんだよっていう意味なんだけど、なんかもうダメだよラギさん、全然それ通用しないよ多分。はって言われちゃう。次、終わりでーす。終わり。本当にですね、たくさんの答えが返答が出てですね、マジありがとうございました。全部は答えきれなかったんですけども、なるべく拾いまくりました。はい。どれもこれも面白かったんですけども、かなり多かったのが、交換しないと危ない、命に関わりますとか、セールだったんですとか、めっちゃ安かったからっていう風に言ってごまかす人が多かったですね。あと多かったのはメルカリとかで安く買いましたとか、売ってそのお金で買いますみたいな人がすごく多かったですね。いろいろと苦労されてるんだなと思いました。はい。僕もすごい共感できることがいっぱいあってですね、とても面白かったです。はい。ぜひ参考にしてみてください。面白かった方ぜひね、グッドボタン、チャンネル登録ね、等々よろしくお願いします。次回ね、これやってほしいとかありましたらぜひコメント等で教えてください。はい。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。